どっちも持ってねえ。なんだその質問。どっちもやだな。人間性を問われてる気がする。本当に究極だね。生まれ変わるなら牛かヤギか。うしょ。やっほー。皆さんこんばんは。小原好みです。小原の部屋へようこそ。今回は何をやるかというと、究極の2択第2弾です。以前やりましたね。源田さんが事前に用意してくださったものもあれば、その後みんなおのおの考えてその場でね思いついたものを聞いてくださったんですけど、私にとっては坊主かモヒカンかの質問が脳内をずっと今もぐるぐるしています。じゃあ坊主になるか明日坊主になるか、モヒカンになるマジで今回はどんな質問があるのでしょうか。じゃあ早速10問前後かな、やっていこうと思います。では私の推しよろしくお願いします。源田さんです。じゃあいきます。言われて嬉しいのは可愛い、面白い。場所による、時と場合による。こっち可愛い。うん。はい。じゃあ次、選ぶとしたら一生金髪、一生黒髪。こっち。金髪。うん。どっちかしか使えないとしたらメガネ、帽子。帽子。帽子。徹夜で聞くとしたらマシな方ですね。愚痴、説教。口。愚痴。デートに行くなら映画館、水族館。水族館かな。許せないのはお金に超ルーズ、時間に超ルーズ。時間。憧れるのは歌がうまい、踊りがうまい。どっちも持ってねえ。歌か踊りか。はい。歌かな。自分からプロポーズできる、できない。できない。嬉しいのは誰にでも優しい人、自分にだけ特別優しい人。自分にだけ特別優しい人。嫌なのは同じ人と何回も浮気、いろんな人と浮気。なんだその質問。一人の人と浮気か、いろんな人と浮気か。同じ人。うん。付き合うなら全く喋らない人、24時間ずっと喋る人。どっちもやだな。でも私喋るの好きだし、じゃあ無口の人の方が話聞いてくれそう。いやー、こっちかな。いやでもずっとうるさいな。ずっと喋る人。ずっと喋るのもやだな。でもこっちかな。テンションが上がるのは好きなブランドとのコラボ仕事、飼い猫見るマシュとの雑誌の表紙。すごいなんか人間性を問われてる気がする。こっちかな。こっちは自分で実現できそうな気がする。はい。しんどいのは LINE の即レスを求められる、1日3回の電話を求められる。こっち。許せるのは家は綺麗だけど本人に清潔感がない、逆に本人は清潔感はあるけど家が汚い。本当に究極だね。究極の2択なのでこっちかな。家が汚い。嫌だけどね。一応ここまでが用意してきたものです。あとは皆さん付け加えたいものがあれば。思いついたものどうぞ。すごい声低いわ。その譲り合い精神何。何それ。じゃあめちゃくちゃ仲の悪い幽霊が取り付くか、人にめちゃくちゃ嫌われる幽霊になるか、どっちがいいですか？何、死んでもそんな辛い目思いするの。こっちかな。前者。なんとかして仲良くなろうとするかも。死んだ後も嫌われ続けるって結構だ。死んだ後もメンタルやられるの嫌だよ。お祓い行こうね。あとはないですか。はい、長島さん。どっちか一品一生食べられなくなるとしたら、ラーメンか牛タンか。
組で思い出深いですよ。牛タン弁当。年始弟がうちに来た時、あれが食べたいって言われて、東京駅に行って牛タン弁当を2つ買って帰って家で食べたあの思い出がもう食べられなくなるのかどっちか。牛タンからの部屋、牛タンを応援してます牛タンの仕事くるか一応 YouTuber です。あ、私が間違えた。生まれ変わるなら女性か男性か。男性かな。いや、女性でありたいとも思うんだけど、なんかやっぱ女性の心理と男性の心理って違うって言って、そこがなんかこう理解し合えないとかってよく言うじゃん。考え方が違うとか。だから単純にその男性がどう考えてるかっていうのは知りたいかもしれない。でもその男性としての生涯を経たら、ほらやっぱりなってなるかもわかんないけど、なんか何かを知りたいかもしれない。なんかありますか？生き物として小原さんの家に登場するミッフィーが小原ちゃん。ミッフィ残念。はいなんですかこの人は。なんだろう、不幸に陥れたいのかな生まれ変わるなら牛かヤギか。ヤギかなだって牛さんはあれだけど、乳牛ですか？食べられてしまうって、ちょっと使えないな。私がパッて浮かんだのは、ヤギの毛を買ってセーターとかになるでしょ。自分のこう刈られて人の役に立つんだって思ったら、ちょっとなってみたいなって思ったから。でも私牛乳好きだから牛さんになるっていう選択肢もあったんだけど、あれ、羊かあれ。間違えた。ヤギは草を走る。ひげがとどっちだろう間違えた。羊だと思い込んでいた。でも私生まれて初めてお芝居した時、保育園の時に演じたのヤギの3兄弟で、ヤギの女の子演じたからヤギになるシェーブルチーズ。はい、他になんか質問ある人？どうでもいいやつだ。ミルクコーヒーとミルクティーはどっちが好きですか？ミルクコーヒーです。ミルクティーも好きですけどね。時間にルーズが嫌って答えたのは、それを聞かれているっていうことは結構近しい関係性の人なのかなと思ったんですよ、単純に。だからお金浪費感すぎる人も嫌だけれど、なんか時間にルーズってことは自分がどうでもいいって思われているのかなってちょっと思って、それは嫌だなって思った浮気質問はどうですか？同じ一人か複数か。複数って何人かによるけど疲れると思うよ。いや普通に恋愛しろよって思うし、いろんな形はあるから何とも言えないけれど、いろんな人との浮気って、例えば5人生涯の中で5人と浮気するって言ったら、その5人とお付き合いしてる間、時期は違えどずっとその恐怖と隣り合わせってことでしょ。で自分のところには来てくれないってことでしょ。しんどいと思う。わかんないけど。電話が苦手ですか？ LINE の即レスと1日3回の電話で。いや電話苦手じゃないですよ。だけど電話3回って多くない？朝起こすっていう風に言ってて、起こしてで仕事終わったら合流しようねって言って、仕事終わったよって言って電話して、で待ち合わせ場所にいないから「今どこ?」みたいな感じで計3回だったらいいけどおはようと。そう今休憩お休みの今疲れるでも1日1回絶対電話ねとかって言われるのちょっと嫌かも。純粋にしたいなって思ったタイミングでかけてきてくれればすっごい嬉しいけど、なんかこうじゃなきゃダメみたいなルールはちょっと作りたくないから、 LINE はしたいんだったらすりゃいいしみたいな。この質問楽しいけどなんかすごいバレるの嫌だね。なんか小原好みがどんなやつかってじゃあ自分の家に人を招きたい派か、自分が招かれたい人の家に行く方がいいか。圧倒的前者。招きたい。嫌いな人がその中にいるんだったら、この言い方も良くないねいやいないんだけど正直。じゃあ例えばこのメンツで忘年会しましょうってなって、しかも年末の時期だとお店探すのも大変じゃないですか。でやっぱ身内としてのお話もしたいけど、個室が取れるとは思うけど、偉い人の力だったらだけど、なんか気兼ねなくリラックスして、でもなんかお店探すの大変だねっていう風になるんだったら、じゃあうち来ますかって、全然このチームでやろうって言って
小原さん家はどうですかっつったら全然いいかも。うちの部屋に多分、声優さんだけで言うんだったら多分20人弱の人が来てるから、一斉にじゃないよ一斉にじゃないよ、そんな広くないよ。じゃあやりますか。この人に部屋番号がバレるね。ナイスブルーにだけ部屋番号はバラされる。送りつけいや、いらない途中から目隠ししてから、帰りは目隠ししなくてもいいですか？来るなもう。料理か洗濯どっちが好きですか？どっちも好きではない。料理かな。好きなのは洗濯もしますよ。もちろん一人暮らしだから全部しなきゃいけないんだけど、やっぱ洋服好きだから好きなお洋服いっぱいっていうか買ったりするけど、やっぱ服によってその手入れの仕方が違うから、干し方にしろその後の保存方法にしろっていうのが大変だ。なんか分けて洗わなきゃいけないとかだから、やっぱそれをこう毎回確認してとかっていうのが大変だから、それだったら料理作る方がまだいいかな。ただ料理ってなると自分一人だと本当何でもいいよねって、口に入れば何でもいいよねって思っちゃうから、あんまりそんな手の込んだものを作らないから、ひどい時本当なんかパックご飯で納豆とかでなんか惣菜とか適当にパパって作ってとかっていう日もあるし、買ってきてっていう日も全然あるから。たださっき言った人を招くっていう風になると、そういう時ぐらいしか作らない、振る舞わないから、なんかこうお迎えしてるから振る舞いたくなるから、だいたいお招きしてうちに呼んだ時はキッチンに立ってることが多くて、でうちの内装が間接照明だから天井のライトを消して間接照明いっぱいつけてジャズかけてることが多いから、でカウンターエプロンして立ってるからバーみたいって言われるのでうち来た人みんななんかお家貸してくれてありがとうとかって言ってお酒を持ってきてくれるから、開けなかったお酒がいっぱいあるの。だからよりバーみたいって言われて来ますか大丈夫です、あなたは大丈夫もういいそんなにいらない。逆に推しは時間にルーズかお金にルーズかどっちがいいですか？これ番外編で使って。嫌だってことですね。あれ？あ、嫌な方じゃどん。っちが嫌だ？お金ですかね。そりゃそうだよじゃあ一人で浮気するのと複数で浮気するのはなんでこの質問考えたの？いや、あったんですよ。あったの？あ、でも私はそれは一人です。あ、じゃあ一緒だ。一人の方がガチ感があるので、ああ、そうかも。じゃあ複数はある意味ナイスしょうがないなって思う。ナイスブルーはどういうことですか？生涯のうち一人とそういうこと？同時に相手がもうその同じ人とだけ浮気を何回も繰り返すか、いろんな人、十何人以上の人と浮気を、同じ人とはしない、何かの人すっごい器用な人だよするか。確かに難しいですね、これはね。って言いながら結構後者できそうだけどね。実際そうなるんじゃないですか？どういうことですか？どっち？で、浮気でしょ？がどっちが嫌かっていう。どっちが嫌か？一人の方が嫌なんですか？はい一人の方が嫌なの？複数との浮気のがいいの？はい。私もそうどういうちょっと回しといて。でもどういうこと一人の人と何回も浮気するってことは自分よりそっちの人の方が好きなんじゃないかっていう、相手が相手がです。自分がじゃないです。確かに相手がちょっとなんかこれエンディングのパート挟んだ後に入れてそしたら違いますか、回答。浮気されるとしたら相手が一人か相手同じ人とでも確かに自分が浮気するじゃなくていや自分の交際相手の人が一人の人と何回も浮気をしているか複数の人としているかそうですどっちも嫌だよそうなったらちょっと話も違うけど一人かな。であとはもう引き下がるかも。複数とだと多分こいつもうそういう習性なんだなって思うかもしれないからはいってなるだろうし、で一人の人だったらいわゆるそのガチ感じゃないけど本気なんだなって思って、あとは多分自然と好きがなくなる気がする。
だからもういいですって多分わかんない、ちょっと公にできない顔になるかもしれないけどかな、こんな重いコーナーになるはずじゃなかったんだ。てってれっていうエンディングの後にこれ流れてるでしょ。ちょっとみんないい恋してねマジでバイバイ。